昔その最後の決めのところですね、もうこうひねり込むように、投げた後、もうここに螺旋を描くようにギャ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 って締めろっていう風な感じに習ったこともあるんですけれど、そうするとその相手がすごいのけぞりやすいよみたいな、これってその有効というか、まあ別に有効でいいんじゃないですか。人によってほら4強かけろって人もいるからね。今の状況で、まあいやもうここから4強かけていく。で、ごめんね。ここでさらに4強かけろとかいう人もいるしね。場合によってはリストロックみたいなのがかかる。これリストロックかけても我慢しないし。それ武道武術的になんかそういうなんかこう、まあ痛い技って言ったら悪い言い方変かもしれんけど、いわゆる殺傷能力っていうとまたオーバーかな。でもまあそういう間違えると痛めるよみたいな技をやっぱこう追求される方は、俺はそれはそれでいいと思う。ただそれは求めてる者同士でやってね。もう痛いのいいやって言ってる人にこうやると痛いんだっていうのは余計なお世話で、痛いの知りたいみたいなね、俺もメリメリやられたい、メリメリやりたい、やられたいしやりたいみたいな中同士でその辺のメリメリをやるといい。それはそれで俺は好きですよ。否定はしません。はい。ありがとうございました。ここでやって回った時に足が残っちゃう。でひねっちゃうっていう、やっちゃって、で今見たらみんな足ちゃんとやられてるなっていうか、ここでこの足を残さずこっちの軸にして、ごめん。いやこれはなるんだろうなって、それを後でやりたいなと思って次第です。こっちにちょっと来すぎだよな、まず。でまずだから自分さっきちょっとこれ話すとまた話が長くなるからちょっと言うの途中でやめたけど、軸の問題があって、自分の軸とこれを一致すればいいと思ってた。そう基本的には一致すればいいんだよ。だけど全く相手を無視して作るわけにもいかんけん。無視はい、自分がここで手がここにあるから単純にここで作ればいいやと思ったらこれ近づきすぎってことなんですか。いやそれはそれだけど多分不安定でいいんだけど、悪い不安定のような気がする。悪い不安定、ただ本当の不安定のような気がする。変な話なんだけど、いい不安定と悪い不安定が、いいって言い方変なんだけど、要するに自分不安定なんだけど相手も不安定っていう、相手は全然安定してるのに自分だけ不安定っていうのは損じゃん。だから相手を不安定にするために自分が不安定になるっていうのはありというよりは、いわゆる不安定にならなきゃいけない、不安定の安定ってやつで、だけど全く相手無視して自分だけこうつって、これ今中心は作ってるんだけど、多分相対的に俺の方がより不安定だよね。この状態でいきなり動き出そうとしても多分動けないと思う。今だと、多分左肩がまず衝突するし、こいつが多分ね、これが邪魔する。左の骨盤が邪魔するから、よいしょって、ここに入らないとうまく回らない。これいいよ。今これだと俺今呼ばれたよ。崩れてるから、今ここで力の流れとしてこうなってるよ。だからこの方向に回れば多分俺崩れるし、木下さんも安定。あらぬ方向に回ると多分きつい。単純な質問ですよね。ここで今はこれに合わせたら中村さんは安定して、こっちは不安定。で中村さんをちょっと導こうとして、そうで今俺不安定。今俺もう動きたい衝動に駆られてるんだよ。で俺の動きたい方向がこっちだよ。木下さんもそっちに動けば、そうだから手も離れないし、崩れる。自分だけね。そういうことなんですね。気をつけます。腕を並べるっていうと、持たれてる人がありますけど、肘を少し入れてくる、ぶつけてくる。
それぞれやり方あもあそのどっちが言ったら変ですけど、その肘を決めてくるっていうのもあります。これでコースを肘を決めてくるっていうのもあります。ただしこっちもそうすると接触できてるからちょっと一回無抵抗やるから決めて。今これで肘決まってるじゃん。今俺ビキッと入ったから分かるよね。でもごめん、接触してるってことはかけられるってことですよね。呼吸力勝負を挑んできてるのかいっていう。触れたところで呼吸力これちょっと別件になるけど例えば肩取りの崩しで、これ巻こうとするじゃん。ちょっと抵抗してこれで相手を崩す。でこれはこれでまた結構すべきことなんだよね。これ崩れんじゃん。だけど力の走行とか筋肉の走行とかあと呼吸力の問題で入って崩していくのはありなんだけど、でもなんつうのかな、穴からぶつからなければそれはそれでいいっていうのがあって、実際肩取り目打ちの話なんだけどスッときて、あとここから崩す時にそう先輩に習ったのはやっぱここでどうやって崩すかっていうのをいろいろ習ったんですよ。さっき言ったこう一点でこうやっても崩せないから、例えばこの接点をずらしていくとか、さっき言ったみたいな相手の筋肉の走行に沿うとか呼吸力で崩していくって。でも先生どうしてるかなって見てたら、先生は最初から当たらないんだよね。だから当たったものを制覇していく、コントロールしていくっていうのもあるけれど、当たらなかったら最初から制覇しに行くしかコントロールしに行くっていう。そうですね。そうだからさっきの話に戻せば個人的には一緒の動きになるようにっていうのは、もちろん指はね指ひねられたらこれは技じゃない、ひねられたら無理からこの状態でちょっとでも今抵抗できてるけど、今川端君と違う動きをしようとしてるから、ここで本当にこれで今ちょっと分かりやすくやったけど、今こいつが邪魔してるんだよね。これをなくすことでよいしょって、今川端さんのこれに対して前鋸筋に対して俺の前鋸筋、広背筋に対して俺の広背筋をスッと今合わせたから、なんとなくぶつからない。それをもちろん古い塩投げほらこれで崩す、これで浮かす、これでパッと肘決めていく、肘さらに決めるとか、これはこれで関節技としては練習したら稽古したらいいと思ってますよね。ここでくるくならないのを、朝顔の手っていうのかな、これですっと浮かしながら、でこれは実はハミハンダチの時にやるのと同じなんだけど、これでこうでそれはさらに腕で決まらなかったら腰で持っていけとか、これだけで足りなかったら今度今言ったこの肘を持っていけとか、ここで肘入るじゃん。だからそういうやり方もあってはいいとは思うけど、好きかって言われたらあんまり好きじゃないです。食べてるのは俺見たことない。それよりはここでスーッと合わせていく方が気持ちがいいんで、こっちの方をやっちゃってるけど、でもそういう考え方もありますね。とっちです。ということで先生やってきました。はい、私ですか。油断してた。すいません。はい。私予想していたよりもすごくちょっと広がりあったなっていう印象があるんですけれども、どうでした？すごいざっくりした聞き方ですね。基礎基本みたいな以前に上げた動画のようなやり方ももちろんありですし、もっと深いところにねやったようなもうダメだよ。やり忘れてたことがあって、一挙と塩投げて反対の関係だよみたいなのをはい。やり忘れてて、ここでこのエンディングで使ってもなんですけど、ここで力と力が衝突しましたよねって、どちらともに向かってすいませんね。こっちに行ったら一挙だよねって、これこっちに行ったら塩投げだよね。この力のぶつかりをどう運んでいくかって、ちょうど一挙と塩投げって反対関係みたいなもんだよねみたいなのも。こう行かれるのとこう行かれるですね。でもある意味出会いは一緒なんで、本当方向が違うだけみたいな。だからいつも言う転換法と呼吸法と息をだけしてればいいよって、
もう言い方変えたら転換法と呼吸法と四方投げだけでもいいっていうかね、もうそれは好みで、はい、意外とこのセカンドシーズン長くなりますね。そうですね、多分この四方投げも分割してお届けしたんじゃないかなと思いますけれども、まだまだ先は長いのでぜひお付き合いいただければと思います。それでは今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。